はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回は新型コロナワクチンに関するお話です。だんだん自分たちもね、ワクチン接種が身近なものになってきてるかなと思うんですけど、で、正直言うとね、僕はワクチン接種が、ちょっと怖いんですよね。なんか不安が大きいというか。で、ちょっとね、そんな僕の不安をお話ししたいと思うんですよね。で、ただ、ワクチンを僕は否定してるわけじゃなくってね、ただ自分が不安だと。で、もしね、差し支えなければ、このコメント欄とかにね、いろいろワクチンに賛成反対、そういうどちらでもね、構わないんですけど、皆さんのご意見お寄せいただいて、で、もちろん多数決でね、自分が接種するしないを決めるわけじゃないんですけども、でもいろんなご意見を伺って、ちょっと判断したいななんて思って今これ喋ってます。で、僕はだから今のね、現状で言うと、ちょっとワクチンに対する不安感の方が大きくて、だから、受けられるね、状態に、菅総理も10月とか11月頃には希望する人にはなんてね、言ってましたけど、受けられる、ワクチンの接種を受けられる時が来て、今はね、ちょっと僕は、なんかちょっと怖くてやめておこうかなって思ってるんですよね。だけど、テレビの報道なんかだと、なんていうか、ね、ワクチン受けたがってる人、ばかりがなんか目につくような感じで、ちょっと報道が偏ってるのか、事実そうなのかね、ちょっとわかんないんですけど、だからちょっとね、そんなのもあって、不安で、ご意見伺えたら嬉しいなと。いうふうに思っています。で、まずね、これ僕がだからこの動画では僕がワクチン接種に不安を感じる理由をただ話してるんですけどね、まずね、僕思うの、そもそもこれ、本当にこのワクチンって効果があるんですかっていうところにね、疑問があって、で、データとしてもね、95%、感染防止の効果があるというね、このデータのこの数字は、もちろん、把握はしてるんですけど、なんかね、これって、95% だから、予防接種を受けたところで、ね、ワクチンを接種したところで、コロナにかからないっていうことじゃないですよね。5%、かかる余地が、この 95% って数字から言えばね、かかる余地があると。でね、それなんですよね。で、僕は、以前学習塾で、働いてたので、受験前にね、インフルエンザの予防接種をする、受験生がほとんどなんですけど、だけどね、結構インフルエンザかかってるんですよね。予防接種受けてるのに。で、調べると、なんか、インフルエンザの予防接種を受けて、防げる確率は、五分五分だみたいなね、そんなのも昔調べたりしたんですけども、五分五分ってね、もともと僕50年生きてきて、インフルエンザ、かかったことないんですよね。予防接種を受けてないんだけど。で、なんか、ね、だからそもそも、そんなにね、インフルエンザって、100% に近い確率でかかるようなものじゃないわけでしょ。で、それがね、予防接種を受けて、感染の確率が半分になるって言われてもね、あんまりそれ意味があるような気もしなくて、で、ただね、このコロナに関して言うと、この 95% っていう数字があるんですけど、なんか、これってね、でもね、100% じゃないから、嘘をつこうと思えばつけちゃうんじゃないかななんて正直言うと僕思ってるんですよね。だから、で、しかもワクチン開発には、日本円にしたら何千億円とかね、公的資金も投入されたりとか、今ね、ワクチン開発をした製薬会社なんかにはね、公的資金だけでも、何百億円、なんなら1000億円に近い資金が流れてたりすると。で、そういうね、巨額なお金が動く、そういう中でね、人々は嘘をつかないのかなと。だからなんか本当なんですかと。インフルエンザなんて、ね、昔からずっとあるのに、そのワクチンは5割とか6割しか効果がないのに、こんな、急遽作ったワクチンに 95% っていう、まずね、これがね、本当なのかどうなのか、本当かもしれないと思ってますよ。だけど、これね、なんか、正しい数字じゃない可能性もあるな、なんて思って。だから、ちょっと効果に対してまずはちょっとね、懐疑的なんですよね。で、しかもね、僕、ファイザーか何かのデータを見たんですけど、これって、コロナに感染したっていう判定は、投与した人をね、全員検査してとかじゃなくて、発熱とかそういった症状がある人ですよね。症状がある人を調べて、なおかつ、PCR で陽性になったりとかってしたのをカウントしてると。だから、ウイルス感染していて、発症していないっていう人はこの数字には入らないわけなんですよね。だから、なんかそういうのも、なおさらね、嘘つこうと思ったらつけるぞと。だからちょっとこの治験に参加した人がちょっと熱っぽいなと思っても、
熱っぽいから検査に来ましたって行かなければ、これカウントされないわけでしょ？だから、なんかすごくね、そんなのも不安というか、なんか数字が信用していいのかどうなのか、少し迷うところなんですよね。で、ただね、仮に、この数字がね、製薬会社は全てね、インチキはしない、嘘はつかないという前提で、この数字が正しいとしてですよ。で、その効果にね、価値があるのかどうかっていうところもちょっと疑問なんです。0.88% と 0.043% と。これ、何かっていうと、なんか僕が見たデータは、生理食塩水を投与した人と、実際のワクチンを投与した人とみたいなね、データで、18,000人ぐらい、それぞれ、多分なデータがあったんですよね。それぞれ18,000人ぐらいの数の中で、感染した人。これが、生理食塩水の人は 0.88% の感染率だったと。で、ワクチン接種チームは 0.043% の感染率だったと。こういうデータだったんですよね。だからこの 0.88% と 0.043% を比べたときに、ワクチン接種した人は 95% 感染を防止できたと。こういう話になるんですよね。で、そうなんだけど、これがね、仮に、この 95% もね、例えば、予防接種を受けなければ、100人中90人が感染すると。ね。で、そのうちの 95% 防止できるって言うんだったらね、僕ね、多分、接種受けるんですよね。だけど、これ、ワクチンを投与されてなくても、そもそも感染率 0.88% ですからね、1% にも満たないと。だから、そもそも、ほとんど感染しないわけですよね。だからそもそもほとんど感染しないんだけど、それがさらに感染しづらくなるっていうね、この数字にね、価値があるのかどうかっていうことなんですよね。だから、ワクチンを投与しなければ、感染する確率が8割ぐらいあるとかだったらね、それ接種して、95% 抑制できるなら、これすごいなと思うんですよね。だけど、そもそもがほとんど感染しないわけですよね。1% も感染しない。っていうね、この数字、95% って言われると、すごい気がするんだけど、そもそも 1% も感染しないわけだから、あんまり価値がないのかななんて個人的には思っちゃってるんですよね。そういうちょっとね、数字のマジックっていうか、ちょっとね、正しくない。で、これが、もしね、僕、例えば海外旅行とかが大好きで、頻繁に行っている。って言うならですよ。僕はそうじゃないんです。海外旅行好きじゃないんです、別に。だから、海外旅行大好きとかだったらね、国によってありますよね。ワクチン接種の証明があれば、2週間の、様子見の期間いらないとかありましたよね。で、多分、こういうのって今後増えていくと思うんですよね。だから、そういうことがあればね、海外旅行大好きとかだったら、そういう意味ではね、接種するかもしれないんですけど、残念ながら僕はね、海外に興味があんまりないから、そうなるとね、もうほとんどこの、コロナに感染するしないっていう点で言うと、ほぼ価値のない 95% なのかななんて思ってるんです。この辺もね、ご意見あったらね、いろいろ寄せていただけたらと思ってるんですけど、だから、なおさらね、ちょっと、ワクチン接種いらないかななんて思っちゃってるんですよね。で、さらに今度はね、副反応の問題ですよね。これアストラゼネカのこれデータですけど、血栓がね、79人、死亡19人。この血栓の79人っていうのは、ただ割合で言うと、100万人中4人っていうようなね、話だったかなと思うんですけど、100万人中4人に血栓ができて、そのうちの25% ぐらいが死ぬと。死んだっていう、そういうデータですかね。で、この副反応、これはね、アストラゼネカがどうとかっていう話じゃなくて、副反応ってあると思うんですよね、必ずね。だから薬は正反応と副反応があるわけだから、そのリスクの比率ですよね、大事なのは。例えば風邪薬飲んだ時に、風邪は治るんだけど眠くなっちゃうとかね。だから、その眠くなるっていう副反応をどう捉えるかと。ね。運転とかするわけじゃないから大丈夫って捉えるのか、そういうことですよね。だから、このね、正反応と副反応。だから僕の場合はさっきの、1% も感染するリスクがなくって、でもその 1% をさらにね、1% のうちの 95% を防止できると。っていう正反応と、この副反応、100万人中4人血栓ができる。そのうちの 25% が死ぬ。これをね、どう捉えるかですね。で、これはね、副反応、今これアストラゼネカでこういうデータがありますけども、これってでもね、今時点でですよね。だから、今後どういう副反応が出るかっていうのは、わからないわけだから、ただね、ちょっとこの死亡リスクがあるなんていうのは、
ちょっと怖いなと思いますよね。まあ、ただ、どうなんですかね。100万人中4人に血栓、まあ、このアストラゼネカで言えばですよ。ただ、実際、僕ね、胃の X 線検査のバリウム、まあ、あれこそね、もう気づいた時にはバリウム、会社の健康診断とかで飲んでたから、あれはまあ、今更ね、拒否しようと思わないんですけど、あれ以外のね、造影剤、僕体が弱いので、しょっちゅう病院に行くし検査を受けるんですけど、造影剤の検査はね、バリウム以外はね、完全に僕は拒否してるんです。で、これね、造影剤、僕あるデータで見たのは、まあ、ある造影剤について言うと、100万人中1人ぐらい死ぬみたいな書いてあったんですよね。で、実際僕ね、造影剤の承諾書っていうのを病院でこう読んだ時に、やっぱ書いてあったんですよね。100万人中1人ぐらい死にますよ、みたいな。で、同意しますかみたいなね。で、病院ではね、でもね、そういうね、死亡の話とか、まあ、紙には書いてあるんだけど、あんまりしないんですよね。これ、サインしてくださいって言われて、でも読むとね、100万人に1人死ぬって書いてあって、で、同意しますかってなるでしょ。で、僕はだから同意しないんだけど、でもね、そう考えるとね、まあ、普通の検査で100万人中1人死ぬと。で、まあ、これはね、まあ、100万人中4人に血栓ができて、まあ、ちょうどだから 25% が死ぬんだから、100万人に1人ぐらい死ぬって話だから、まあ、造影剤と同じって考えるとね、だから僕は造影剤も基本、造影剤使う検査拒否なんで、まあそういう考えなんですけどね。だけど、まあ、100万人に1人ぐらいだから、まあ大丈夫だろうなっていう考えの人は、まあこれ、別にありなのかなとは思いますよね。ただ、このね、アストラゼネカはこういうデータが、まあたまたま出てますけども、これって今の話でね、だからこの先々っていう点ではわからないじゃないですか。で、僕がね、最後に不安を感じるのはこれです。薬害。副反応、副作用っていうのはね、もちろん薬だから、それはそれでいいんだけど、でも実際はね、それがやっぱりあまりにひどい副作用があって、しかもね、製薬会社がそれを隠したりとか、政府がそれに気づかなかったりとか、そういうのによる薬害っていうのはすごくありますよね。今ね、僕調べた限りで、これね、厚生労働省のホームページから引っ張ってきたので、別にこうね、批判的な人があることないこと書いてるみたいなのとは違いますよね。厚生労働省なんで、わざわざ悪く書く必要ないわけだから、繰り返される薬害っていうところでね、こんなジフテリアとかね、まあ僕が聞いたことあるものもないものもね、あるんですけど、サリドマイドとかね、すごいたくさんあるんですよね。で、これね、これで全てじゃなくって、例えば続きでね、C 型肝炎とかね、血液製剤による HIV 感染、まあ、薬害エイズですよね。とか、あと MMR ワクチンとかね、これなんだっけ、おたふくとか、はしかとか、風疹でしたっけ。で、このワクチン接種による、これ、薬害なんですよね。ブリオン感染症、これヤコブ病ですかねとか、で、これ、厚生労働省のホームページから引っ張ってきただけで、こんなにね、薬害っていっぱいあって、で、これって政府は裁判でね、負けるとちゃんとこう謝罪したりとかね、今後こういったことのないようにみたいな、コメントを出すわけなんですけど、だけどね、これ、今現在も訴訟を繰り広げられてますよね。だから、まあ政府や製薬会社が、隠すと。まあ、で、このね、調べてみるとね、この薬害の中には、海外ではね、この危険っていうのがもう、ずいぶん前から言われていて、で、使用も、中止になっているものを使い続けてなんていうケースは結構あるんですよね。だから、やっぱり製薬会社もそうだし、政府もそうだし、鵜呑みにしちゃいけない。完全に信じちゃいけないかなって僕は思ってるんですよね。やっぱり、製薬だから莫大な巨額なお金が動くわけだし、で、それがね、例えば会社の存続に関わるとかね、そういった時に、やっぱり人がね、嘘をつく可能性がある。ね。必ず嘘をつくわけじゃないですよね。嘘をつかない人もいるわけだから、そうなんだけどね。だから、そういう前提で考えた時に、やっぱりね、コロナのワクチン、接種できるようになっても、やめておこうと。まあ今はだから思うわけなんです。あとは、ワクチンの保管状態でね、なんかありましたよね。兵庫県とか、いくつか、常温のところに置いちゃってワクチンダメにしたとかね。で、あれもね、なんていうか、多分、あれがね、明るみになっている、明らかになっている自治体って、まあ正直な自治体なのか、正直な人がいる自治体なのかわかんないですけど、1700とかあるね、市区町村で、まあたまにね、ニュースに今なってますけど、保管とかね、そういったエラーが、あれだけのはずないですよね。だから、まあ実際そうやって保管にね、しくじった、それで使い物になるのかならないのかわかんないですけど、そういうウイルスが多分ね、いくらでも投与されてるし、そもそも日本国内できちんと扱われててもね、どうなんですかね、海外から運ばれてくる時点ですでに、
なんかね、ちゃんと届いてるのっていう気もしますよね。なんか海外の、今僕の生活は、宅配業者なしにはもう成り立たない引きこもりの、ほとんどね、引きこもりの生活なんですけど、日本の宅配業者すごいですよね、本当に。ありがたいなと思うんですけど、海外はそういうね、引っ越しで送った荷物が、もうね、半年届かないとかね、聞きますよね。だから、そもそも日本にもう届いてる時点でワクチンダメになってんじゃないかなとかね、そういういろんな不安とか、ちょっと信用できないことが多すぎて、で、今時点で、ワクチンちょっとやめとこうと思ってるわけなんですけどね。ただ、もしこれがね、もっとなんか、本当にワクチンいいものなんだと思えたら、受けたいなと、やっぱりちょっと怖いですからね、思ったりもしてるんで、なんかね、これはだからそういう、だからワクチンダメですよって言いたいわけじゃないんです。ただ僕はなんかすごく不安が大きくて、信用できないなと思ってるので、できたらね、差し支えなければ、このちょっとコメント欄とかでね、いや、そんなことないんですと、こう僕が安心できるような材料がいっぱい集まったら嬉しいななんて思って今喋ってますと。この動画はね、結論がないんです。僕が不安で、不安をちょっとぶちまけてるだけなので、ね、なので、もしよかったら、ご意見いただけたらなと思います。今回の動画は以上になります。不安ですというね、この言葉で締めくくりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。たけチャンネルでした。それでは、ごきげんよう。